1907、16年7月、ス28日、北京時間の午前3時42分、中国河北省と禹山市の人々がぐっすりと眠りについていたその時、突然大地が激しく揺れ始めました。ほんの数秒のうちにマグニチュード 7.8 の巨大地震によって全てが飲み込まれてしまったのです。倒壊した家屋はおよそ64万棟、亡くなった方は24万人、重傷を負った方は16万人、そして4200人もの子供たちが孤児になりました。経済的な直接被害は30億元にも上ります。それから長い年月が経っても、中国の人々はこの深い悲しみからなかなか抜け出すことができませんでした。けれどもこの大災害の中には、一度足の淵に立ちながら再び生へと戻ってきた人たちも大勢いたのです。それから10年余りが過ぎた1987年、天津市安定病院の院長を務めていたフォン・ジーン教授は、中国国務院から特別手当を受容されたことをきっかけに、同僚のリュウ・ジェンシュン教授とともに東山大地震を生き延びた人々の中から無作為に100人を選び、彼らの臨死体験について聞き取り調査を行いました。100人のうち有効なデータが得られたのは81人。その後2人の教授は中国大陸で初めてとなる臨死体験の調査報告を発表します。証言者たちの話をつなぎ合わせていくと、死後の世界についての一つの共通した姿が浮かび上がってきました。さらに2人はこの死後の世界の体験が民族や言語、信仰、そして一人一人の人生経験の違いを超えて、まるである種の法則に従っているかのようだということにも気づいたのです。ではその法則とは一体何なのでしょうか。教授は死後の世界についてお話ししながら、神様と呼ばれる存在は本当にいるのかどうか一緒に考えていきたいと思います。皆さんこんにちは、レンです。フォン教授とリュウ教授の論文が最初に発表されたのは1992年、中華神経精神科ザグ市でのことでした。最初に集められた100人のうち19人は情報が不十分だったり、聞き取りの最中に強い苦痛を訴えて当時のことを思い出せなかったりしたため、対象から外されました。最終的に有効なサンプルとして残ったのは81人。男性が43人、女性が38人、平均年齢派31歳で、18歳未満の未成年者も含まれていました。このうち76人は生涯にわたって下半身が完全に麻痺したままの上達でした。つまりこの調査の対象となったのは、東山大地震で非常に重い傷を負った人たちだったのです。リュウさんは地震が起きた時に13歳、工場で働く労働者で中学校を卒業していました。地震で建物の下敷きになり、腰の骨をお手らい、下半身が麻痺し、車椅子での生活を余儀なくされました。物静かで整った顔立ちのこの女性は、当時のことをこう振り返ります。建物に押しつぶされた瞬間、恐怖は全く感じんかったそうです。それどころか、頭の中がこれまでにないほどはっきりとしてきたといいます。過去の出来事がまるで映画のワンシーンのように次々と目の前を流れていきました。幼い頃、友達と笑い合って遊んだ思い出、恋人と出会った甘い初恋の日々、初めて仕事に就いた日、上司に初めて褒められた瞬間、人生の幸せな瞬間のすべてがそのわずかな時間にぎゅっと詰め込まれているかのようでした。今思い出しても、あの時のかってないほどの幸福感にリュウさんは涙がこぼれると言います。そしてこの幸福感こそがその後の人生を生きていく力を与えてくれたのです。農家に生まれたリ君は地震が起きた時まだ12歳でした。リュウさんとは全く違う体験をしています。当時針が落ちてきて首の骨を強く打ち、体が全く動かせなくなったそうです。その時突然、自分がまるでしたい暗示書にいるかのように感じ、周りには人でもなく幽霊でもないようなものばかりが見えたといいます。続いて体がバラバラに分かれていくような感覚に襲われ、手足には羽が生えたかのように飛んでいき、体の各部分が空気の中に溶けて散らっていくようでした。やがて周囲は暗くなり、何とも言い表しがたい音が響き始めます。
その音がしばらく続いた後、少年の目の前には短い人生の中のさまざまな場面が次々と映し出されていったそうです。この映像はまるで自分の意思とは関係なく流れる意識の流れのようで、良い出来事もあれば辛い出来事もありました。臨死体験の中でこうした過去の場面が映し出されるケースは決して少なくありません。コクさんは大学の教師で、地震が起きた時56歳でした。この出来事が起こる前は無神事論者だったそうです。死を目前にしたその瞬間、目の前には大学時代の記憶、それから社会主義教育運動、さらには批判にさらされた文化大革命の日々、そしてようやく元の職場に戻れた時の記憶が次々と浮かび上がってきました。ふと、自分はもう十分すぎるほどの苦労を重ねてきた、これ以上は耐えられないと感じた瞬間、まるで誰かの腕が首をぐっと引き寄せるようにして自分を現実へと引き戻したといいます。あの地震で夫と幼い孫を亡くしましたが、それでもコクさんは強く生き抜きました。自分が生き残ったのは天の采配によるものだと感じているからです。生前の場面が映し出されるタイプの体験だけでなく、もっと不思議な色合いを帯びた体験をした人もいます。銀行員の王さんは当時に18歳でした。巨大な揺れで目を覚ますと、天井の一部が崩れ落ちてきて胸の上にのしかかりました。必死にもがいて抜け出そうとしましたが、体は全く動かず、声を上げようとしても出すことができません。やがて意識がだんだんとぼんやりしてきて、まるで別の世界に足を踏み入れていくような感覚に包まれました。その時、王さんの目の前に秦の時代の長い衣をまとった男性が現れました。男性は静かにこちらへ歩み寄ってきましたが、不思議なことにすぐ近くまで来ているのに、その顔だけはどうしても見えなかったと言います。男性は王さんをそこの見えないくらい洞窟へと連れて行きました。王さんによると、その時自分の体は全く自分の意思で動かせなくなっており、ただその男性についていくしかなかったそうです。やがて洞窟の奥までたどり着くと、豪華絢爛な宮殿が目に入りました。男性は宮殿の外でしばらく待つようにと告げます。しばらくすると宮殿の中から声が聞こえ、生死を記した中面乳酸の名前を放い、だから帰ってよいと告げられました。目を開けると、王さんは病院のベッドに横たわっており、周りでは医者看護師が慌ただしく処置をしているところでした。一命は取り留めたものの、まるで遊夢を見ていたかのような気持ちだったといいます。それから何年経っても、王さんの中でこの記憶はとても鮮明なままで、特にあの壮麗な宮殿のことを思うと、あれはきっと閻魔帳だったのではないかと考えているそうです。東山大地震の生存者を対象にした臨時体験の調査報告には、多くの人がトンネルのようなものを通り抜けたと語る部分があります。ある人は、トンネルの中で耳慣れない不思議な音を聞き、体が押しつぶされるような感覚を覚えたといいます。またある人は、トンネルの先にはっきりと引きが見えたと語り、別のある人は、トンネルの中は発音だったのに、不思議と怖さは感じなかったと言います。さらに、通り抜けたトンネルはまるで勘のようで、すごい儚らさで飛んでいくのに、全く気苦しさを感じなかったと語る人もいました。フォン教授、トリュー教授は、こうしたケスをトンネル体験としてまとめています。このほか、調査対象者のおよそ私分の気が、亡くなった、あるいは今も生きている家族や友人、つまり人の魂に再会したという体験をしています。こうした魂は、多くの場合、普段とは違う不思議な光をまとっていたといいます。ある小学校の先生は、地震の時頭を強く打ち、何日も意識不明の状態が続いた後に異名を取り留めました。彼女は意識を使っていた間、両親に流行ったことを覚えているそうです。実は父親はそのずっと前に亡くなっていました。ほんのわずかな事件ではありましたが、不帰と再会できたことに彼女は深く責められたといいます。さらに興味深いのは、調査対象者の半数以上が自分の高みや意識が体から離れていくような感覚を覚えたと答えていることです。2人の教授はこうしたケスを意識と身体の分離として分類しました。ある回答者は、自分の体が2つに分かれたようだったと話しています。一つはベッドの上に横たわるまるで抜け紙のような体、もう一つは空気よりも軽く
ふわふわと肉につくようなもので、何とも言えない心地よさだけを感じたそうです。調査報告によると、その人が歩んできた人生経験への宗教的な信仰、性格、さらには教育の程度によって臨時体験の中で見えるものは人それぞれ違っていました。けれども、そうした多様さの中にも全く法則がないわけではありません。フォン教授、トリュー教授は調査対象者すべての証言をまとめ、臨死体験を私種種類のそこかなパターン円に分類しました。人生の場面が罪とよみがえる回想、意識と体が離れる感覚、体重を感じなくなる感覚、自分の体をよそよ組織感じる感覚、体に一変を感じる感覚、世界が壊れていくように感じる感覚、宇宙と一つに溶け合うように感じる感覚、そして時間が止まったように感じる感覚、こうしたパターンです。ほとんどの人が2つ以上の体験を同時に感じ取っていました。そして2人の教授が何より驚いたのは、この調査結果が多くの欧米諸国で行われた臨死体験の調査結果とよく似ていたということです。つまりこの体験は人種や言語、そして宗教的な信仰の違いを超えたものだということになります。だとすれば、これはある意味で死後の世界が本当に存在することを定付けていると言えるのでしょうか。臨死体験という言葉を最初に提唱したのはアメリカの哲学者であり、精神科医でもあったレイモンド・ムーデイという人物です。英語でハニアです。エクスペリエンス、略して NDI と呼ばれます。ムーデイは臨死体験を呼吸が止まり、心臓が止まり、脳波さえも消えてしまう臨床的な死の状態にある人間だけが経験する特殊な体験だと定義しました。1970年代半ば、ムーデイは自身が集めた150件を超える臨死体験の事例の中から代表的な50件を選び出し、深く掘り下げた研究を行います。そして1975年、著書開幕見た死後の世界、現代はライフアフターライフを出版しました。この本はその後の臨死体験研究の礎となる作品となります。1978年には命の意味と死の真実を探すことを目的として国際臨死体験研究会、通称ワイアンズが正式に発足しました。ミューデイが研究の対象としたのは大きく2つのグループに分けられます。一つは医学的にはすでに死亡が宣告されたにもかかわらず音に息を吹き返した人たち、もう一つは大きな事故にあって死のすぐそばまで近づいた人たちです。ムーデイはこうした事例を一つ一つ丁寧に調べ、臨死体験に共通するいくつかの要素を導き出しました。まず一つ目は死の瞬間に聞こえる音です。医師の死亡宣告を聞いたという人もいれば、言葉にしがたい不思議な音を聞いたという人、心地よいな音を聞いたという人もいます。二つ目は自分の体を外側から見つめるという体験です。これは東山大地震の生存者の臨死体験でいう意識と身体の分離にあたります。三つ目はトンネルを通り抜けるという体験です。臨死体験をした人の多くは和水空間へと入っていきます。それは洞窟のような場所だったり、水道管や煙突のようなものだったりします。安いトンネルの中では時折何らかの嘔吐が響くこともあり、これも東山での調査報告とよく似ています。四つ目は亡くなった家族や友人との再会です。五つ目は光の存在を目にするという体験です。この光は遠くから近づいてくるようにして、だんだんと暗さから明るさへと変わっていき、とても眩しものでありながら不快には感じさせず、むしろ言いようのない心地よさを感じさせると言います。信仰によってこの光の存在に対する受け止め声は様々です。キリスト教を信じる人はこれを神だと考え、ユダヤ教を信じる人はこれを天使だと考えます。トークティーの宗教を持たない人はこれをただの光の存在だと考えます。その後臨死体験をした人はこの光の存在とやり取りをしますが、それは声によるものではなく思考や意識を通じたコミュニケーションだと言います。6つ目は人生の回想です。東洋であれ西洋であれ、臨死体験の研究では人生を振り返るという現象は非常に高い確率で見られます。ただこの回想は大抵なくは続かず、ほんの一瞬の出来事だと言います。
そして7つ目、最後の要素は境界線を感じるという体験です。それは扉であったり、柵であったり、川であったり、時には橋であったりします。臨死体験をした人がこの境界を越えようとすると、目に見えない力のようなものに引き戻されるといいます。中には戻りたくなかったと語る人もいますが、最終的にはどうやって戻ってきたのか自分でもわからないという受け数がほとんどです。その後、コネチカット大学の心理学教授ケネスリングはムーデイの研究をもとに臨死体験を5つの段々に分けたモデルを提唱しました。第1段々は死の瞬間に訪れる静けさと安らぎの感覚。第2段々は魂が体から離れていく感覚。第3段々は暗闇の中に入っていく状態。第4段々は光を目にすること。そして第5段々はその光の中へと入っていくことです。すべての人がこの後、段々をすべて経験するわけではなく、体験の深さによって記憶に残る内容も人それぞれ異なります。ここに10年ほどの間、臨死美見に関する学術的な研究報告は数多くの権威ある学術誌に発表されてきました。では、死後の世界は本当に存在するのでしょうか。17世紀、フランスの哲学者ルネ・デカルトは心身に言論を唱えました。世界には2つの実体が存在する。一つは物質という実体、もう一つは精神という実体だという考え方です。この2つはそれぞれ独立派で存在し、発展していくものであり、どちらか一方がもう一方を決定づけることはないとされます。精神の本質は思考や想像にあり、物質の本質は広がり、つまり長さや幅にあると言います。一方、現代においてより広く受け入れられている唯物論は、心身に言論とは本質的に異なる立場を取ります。唯物論では物質が先にあり、例えば脳がそうです。意識はその後に生まれるもの、つまり複雑な神経系から生じ得るさまざまな現象だと考えます。唯物論者たちは、世界の根源は物質であり、あらゆるものは物質から生まれ、人間の主観的な意識とは関係なく、客観的な法則に従っていると考えているのです。けれども、科学が発展するにつれて、こうした理論だけではこの問題の本質を十分に説明しきれないことを示す研究結果が数多く出てきました。科学的な研究によって、意識や思考もまた一つの物質の形であり、はっきりと測定できるものであることが分かってきたのです。また、人間の意識が変化するとき、例えば悲しみを感じたり、前向きな気持ちになったりするとき、それが体にも影響を与え合うことも明らかになってきました。だとすれば、精神もまた物質の一種であるとするなら、物質が先にあり、意識は後から生まれるという理論は、果たして今も正しと言えるのでしょうか。マエンク・ビキュクウセクシネン、アリゾナ大学でマサイ科の教授を務めるスチュワート・ハメロフは、イギリスの物理学者ロジャー・ペンロズと共に、ペンロズの著書心の差が、現代はシャドウズ・オブ・ザ・マインドで話された理論を発展させました。2人が唱えたのは、同合過干渉種理論、略してオーチを得ると呼ばれる理論です。この理論では、人間の意識は脳の中に存在する一種の量子コンピュータのようなものだと考えられています。人が私を迎えても、このプログラムは消えてなくなるわけではなく、宇宙へと軽っていくというのです。この考え方は、無我略の時点から臨時体験を説明する一つの可能性を示すものでもあります。二人は、人間の魂とは神経細胞の内部から生じる量子的なプロセスであり、脳細胞の気境感という構造の中に存在すると考えました。これは、意識とは脳内の神経細胞同士のつながりから生まれるものだとする従来の考え方とは異なるものです。ハメロフとペンロズによれば、人間の意識の動きとは脳の神経細胞の気交換の中で起こる量子的な修理効果の結果だといいます。魂や意識は宇宙を構成する基本的な要素であり、事件が生まれた時からすでに存在していたとされます。人が私を迎え、心臓が止まり、血液の流れが止まると、細胞はある種の領事状態のまま止まりますが、そこに含まれていた領事情報は使われることなく、体を離れて宇宙へと軽っていくというのです。これは意識がそれ自体で独立して存在できることを意味しています。
そしてもし短い時間のうちに体が気を吹き返せば、その量子情報はいわば宇宙を一巡りした後に肌火体へと戻ってくるというわけです。だとすればこの理論は臨死体験というものを比較的うまく説明できていると言えるのでしょうか。ですがこうした理論も他の多くの理論と同じように発表されるやいなや学術界から強い反発を受け、チェカカには典型的な失敗力として伝われることさえありました。詩のところこうしたドフィな考えだとされているものの中には、宗教が堕落から育ってきたこととよく似ている部分が少なくありません。例えば古代中国の易経にもこれと同じる考え方を見つけることができます。易経にはこうあります。無極が大極を生み、大気力が両義を生む。宇宙ははじめ何も分かれていない混沌とした状態、つまり無気力にあり、そこからマモズが生まれていったとされます。易経によれば無気力から大気力へと知る過程の要となるのが陰と様への分かれ目です。さまざまな宗教における神々もまた、時間や空間に変わられることのない自由な意識そのものが地形を変えたものだとされています。さて話を最初の問いに戻しましょう。死後の世界は本当に存在するのでしょうか。ここで一つ小さなお話をご紹介したいと思います。何年か前のことです。ある無神論者の学者が講演の場で聴衆に向かってこう言いました。この世に神など絶対に存在しません。そう言い終えると、その学者は壇上に立ったまま声を張り上げてこう中発しました。もし本当に神がいるというなら、今すぐここに降りてきて私を殺してみせるがいい。そう言って彼は数分間経ったまま待ちました。けれども何も起こりません。学者はすっかり得手いげになり、聴衆に向かってこう言いました。ほら、やっぱり神なんていないでしょう。その時会場の中から一人の年配の女性がゆっくりと立ち上がり、学者にこう語りかけました。先生、あなたのお話はとても筋が通っていて、学識の高い方だとよくわかります。ですが、いくつかお尋ねしたいことがございます。よろしければお答えいただけますか。そして女性はこう続けました。私は長年、神様の存在を信じてまいりました。心の中にはいつも神様の教えがあり、怖い時には私を落ちっかせ、辛い時には乗り越える力を与えてくれました。それと同時に、困っている人がいれば助けようと心がけ、できる限り良い行いをするよう努めてまいりました。神様がいると信じてきたおかげで、私の人生はずっと幸せで楽しものになりました。さて、お尋ねします。私はこれまでの人生で一体何を失ったでしょうか。会場は静まり返りました。学者はしばらく考えてからこう答えます。あなたは何も失っていないと思います。すると女性はさらにこう続けました。ではもう一つだけお尋ねします。もし私が神様を信じず、心に神様の教えを持たず、人を助けようともせず、良いことも悪いことも構わず、ただ自分のトークになることばかりを考えて生きてきたとしましょう。ですが死んだ後になって、実は神様は本当に存在していて、因果応報も天国も地獄も、そして六道輪廻も全て本当だったと分かったとしたら、その時私は一体何を失うことになるのでしょうか。学者は一言も答えることができませんでした。もしあなたがあの会場にいたとしたら、一番聞いてみたいことは何でしょうか。ぜひ動画の下のコメント欄で皆さんの考えを聞かせてください。今日のお話はここまでにしたいと思います。この動画が役に立ったと思ったら、ぜひお友達にもシェアしてあげてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。